2025年3月、イタリアとスコットランドの研究チームが、ギザのカフラー王のピラミッドの地下に、巨大な構造物を発見したと発表した。8本の垂直な円筒形の縦坑。深さ640メートル。東京スカイツリーとほぼ同じ深さである。もしこれが事実なら、ピラミッドは墓ではなかったことになる。それはニコラ・テスラが生涯をかけて実現しようとしたあるものだった。発表の内容はにわかには信じがたいものだった。カフラー王のピラミッドの直下に8本の円筒形の縦坑が存在するという。各縦坑は深さ640メートル、直径は10から12メートル。壁面には螺旋状の構造があり、坂道下階段のように見える。8本の縦坑の一端はピラミッドの基部に接続し、もう一端は地下にある2つの巨大な中空の立方体につながっている。立方体の一辺は80メートルだ。さらにピラミッド内部にも5つの道の部屋が見つかったという。幾何学的な通路で接続されており、大ピラミッドの王の間に似た構造だという。そして最も驚くべき発見は、さらに深い場所にあった。地下1200メートル、ギザ台地全体の下に広がる大規模な空洞のネットワーク。複雑な構造を持ち、古代の伝説に登場する記録の殿堂、アメンティの大広間と一致するかもしれないという。もし大洪水以前の超古代文明、いわゆるアトランティス文明が実在したなら、その知識と財宝はここに保管されているのかもしれない。発見の舞台となったカフラー王のピラミッドについて少し補足しておこう。カフラーは大ピラミッドを建造したクフ王の息子とされている。彼のピラミッドはクフのものよりわずかに小さいが、10メートル高い台地の上に建てられているため、実際にはほぼ同じ高さに見える。注目すべきは、頂上部に元の石灰岩の外郭が残っていることだ。かつてすべてのピラミッドは、滑らかな白い石灰岩で覆われていた。その姿を唯一伝えているのが、このピラミッドである。内部構造はクフのピラミッドとは大きく異なる。クフの王の間は高い位置にあるが、カフラーの王の間はちょうど地面の高さに位置している。これは信仰の変化を反映していると考えられている。クフの時代は太陽神羅への信仰が主流で、ファラオの埋葬室をできるだけ高い場所に置いた。しかしカフラーの時代には、冥界の神オシリスへの信仰が台頭し、埋葬室は地下へと移り始めた。そしてスフィンクス、あの巨大な獅子の体に人間の顔を持つ像は、カフラーの時代に作られたと考えられている。あの顔はカフラー自身かもしれない。このチームはどうやって地下640メートルの構造を見たのか。彼らが使ったのは2つの技術の組み合わせだ。一つは合成開口レーダー SAR。軍事衛星から電磁波を地表に照射し、反射波から高解像度の画像を生成する。しかし、この電磁波の地中透過能力はせいぜい数メートルが限界だ。そこで彼らはもう一つの技術を組み合わせた地震微動解析。地球は常にごくわずかに振動している。私たちには感じられないが、高精度の衛星はこの微小な振動を捉えることができる。原理は単純だ。不透明な瓶を振ると、中身が見えなくても音で何が入っているかわかる。地球も同じだ。地球自身の振動が地下の構造を教えてくれる。チームはこの2つの技術を統合し、人工知能をも用いて、地下1000メートル以上の構造を可視化したと主張した。彼らはもともと火山の地下構造探査のためにこの技術を開発していた。この発表に対する学術界の反応は、ほぼ一様だった否定である。真っ先に声を上げたのは、エジプト全文化大臣だった。我々は彼らにピラミッドの探査を許可していない。許可なき調査の結果を認めることはできない。批判は多方面に及んだ。過去数十年の考古学研究で、そのような構造の証拠は一切見つかっていないこと。
この技術が数百メートルの深度で有効であると実証されていないこと。そして独立した第三者による検証データが存在しないこと。さらに、チームの中心メンバーの一人であるマランガ教授が、公に UFO 研究を行っていることも、信頼性への疑念を招いた。学術界において、未確認飛行物体の研究を公言することは、キャリアを危険にさらす行為である。しかし、チームの技術は3年前にも論文として発表され、同行審査を通過している。荒削りだが、原理は否定されていない。完全な否定もまた、科学的とは言えない。ここからが、この話の核心である。8本の縦鋼の目的について、ある理論が浮上した。それは墓でも倉庫でも通路でもなく、電磁コイルだというのだ。ロシアの研究チームが行った実験がある。中空の円筒を地中に埋め込むと、地球の自転による磁場の変化が、円筒内に電流を誘起する。重要なのは中空でなければ機能しないことだ。中身が詰まった円筒では電流は発生しない。これを640メートル、直径10メートルに拡大すると、高圧の電力を生成できる可能性がある。地球を巨大な発電機に変える8本の縦鋼は8つのコイルだ。そしてピラミッドそのものが、この電力を伝送するアンテナの役割を果たす。ピラミッドは優れた導体であり、内部の花崗岩は電気を通す性質を持っている。この構想は、ニコラ・テスラが20世紀初頭に追い求めたものと酷似している。テスラは1901年、ニューヨーク州ロングアイランドにオーデンクリフタワーを建設した。地球そのものを導体として利用し、無線で無限のエネルギーを送る装置だった。しかしテスラは資金を打ち切られた。タワーは解体された。ノートは没収された。なぜか。もしこの技術が完成すれば、石油も石炭もガスも、すべてのエネルギー産業が不要になるからだ。自由エネルギーは禁忌の領域なのである。では、もしピラミッドがこのシステムだとしたら、エネルギーの消費に問題はないのか。計算によれば、全世界のエネルギー消費をこのシステムで賄った場合、100年で地球の時点は7ミリ秒遅くなる。10万年で7秒。事実上、無視できる量だ。ここで避けられない問いが生まれる。もし縦鋼が実在するなら、誰が作ったのか。現代の石油掘削は、数百メートルの深さに到達できる。しかしその穴の直径は、わずか十数センチメートルだ。カフラーの縦鋼は直径10メートル。エレベーターシャフトの規模である。古代エジプトの技術、銅のノ糸石のハンマーで640メートルの縦鋼を掘ることは不可能だ。ピラミッドを建てることよりも、はるかに困難である。いくつかの仮説がある。縦鋼が自然の石灰岩の鍾乳洞である。あるいはファラオの神の埋葬室が640メートル下にある。しかし、いずれも螺旋構造と中空という特徴を説明できない。最も整合性のある仮説は、これがエネルギーシステムだということだ。縦鋼がコイル、ピラミッドが送信機、地下都市がエネルギーの消費者。すべてが一つのインフラとしてつながる。もしこの構造が人工物であるなら、それは古代エジプト人の手によるものではない。もっと古い、もっと高度な文明の痕跡ということになる。そしてもし地下1200メートルに本当に都市があるなら、それは伝説のアトランティスの記録庫かもしれない。大洪水で滅んだ文明が、その知識を永遠に保存するために建造した場所。もしこの発見が事実であれば、書き換えられるのは考古学の教科書だけではない。人類の歴史そのものが変わる。4000年以上前に建てられたとされるこの構造が、実は地球規模の発電システムだとしたら、私たちは古代文明の能力を根本的に見誤っていたことになる。しかし、真実を確かめる方法はただ一つ。掘ることだ。
エジプト政府が許可を出す日は来るのか。あるいは、この発見は永遠に封印されたまま終わるのか。答えは砂の下に眠っている。